どうも、ともそうやです。前回動画はパナマの首都パナマシティを観光したんやけど、途中でスラム街に入ってしまった。ペロ。それだけではなく、新市街の様子や王道観光地やグルメの様子も撮影しているよ。今回の動画は、プエルトリコ編突入。プエルトリコの首都サンファンの様子を動画でお届け。ソフトクリームがマジ高い。アメリカの領土であるカリビアンパラダイスと呼ばれる島。アメリカの領土ではあるが、ラテン文化の雰囲気とトロピカルなビーチを楽しむことができる島。初のカリブ海の島上陸。プエルトリコ編始まり。どうも、ともさいチャンネルです。こんにちは。現在ね、アメリカに来ています。いや、アメリカ言うてもアメリカの自治領のなんとビーチが美しい国、ハワイでもなくグアムでもなくプエルトリコです。プエルトリコです。皆さんプエルトリコ知ってますか？プエルトリコって普通に国としてあると思ったんですけど、実はなんかアメリカの自治領らしいんですよ。なんで国名としてはアメリカ合衆国になりますね。でね、3泊4日プラス1泊バーガーキングで寝たんですけど、そのね5日間あるんで、5日間でちょっとねプエルトリコ観光しようと思ってるんで、その観光の様子をね今回はねお届けします。観光言ってもね、ガチで他の島行ったりとかちょっと遠いとこ行ったりとかはなんか時間の都合上とか天気の都合上とか予算の都合上とかいろいろあって、その辺はちょっと難しいんですけど、可能な限りね見せれる範囲で節約しながらちょっとねプエルトリコを見せていきたいと思います。どんな感じのね街の風景とか、物価がどれぐらいとか、ビーチの景色はどんなんかとか、ちょっとね面白いと思うんで、夜のね様子もねお届けしますんでね。あとプエルトリコって言ったらレゲトンが有名ですね。レゲトンとかラム酒、バカルディとかかな。まあその辺もねちょっとね情報としてテロップとかでね載せたり分かりやすく説明したいと思いますんで、じゃあ行ってきます。バモス。こんな感じでね、ホステルにキッチンがあってフリーで調味料たくさん使ってくださいっていうところ、めちゃめちゃテンション上がりますよね。自分の調味料とか食材をねなんか消費せんでもいいし、しかもフリーでパスタもあるんですよ。これ自由に使ってねみたいな、誰かが残していったやつと思うけどな。プエルトリコ物価高いんで基本的に宿で自炊ですね。はい、プエルトリコのホステルの雰囲気。もちろん食後はコーヒー飲みますよ。初日はね動画編集をずっとやろうと考えてたんで、もう空港で泊まろうと思ったんですけど、意外にも空港の Wi-Fi がめちゃくちゃ弱かって、で結局作戦通りにはいかんくて、マクドナルドに行ったりとかバーガーキングとかに行ったりして無料で Wi-Fi 使いながらなんとね朝まで過ごしました。めちゃめちゃしんどかったですよ。空港から結構バーガーキングまで歩いたんで距離もなかなか、しかも雨降ったりとかするしバックパック重いし、絶対に皆さん真似しないでください。それほんまにしんどいんで、僕バカなんでね。プエルトリコの海最高やな。なんか先に答え言うみたいな感じになるんですけど、プエルトリコ個人的な感想としては4泊5日ぐらいがおすすめですね。4泊5日だったら間3日間あるんで、その3日間で1日はビーチでくつろぐ、2日目は美術館行ったりとか街ぶらしたりとか、3日目はなんか洞窟とかそういう離れたところに自然公園とかあるんで、そういうとこ行ってちょっと楽しむみたいな移動に時間かかるんでね。まあ1週間ぐらい滞在するんだったら他の島2つぐらいめちゃめちゃ綺麗なねおすすめの島あるらしくて、そこに行くのがおすすめです。まあ個人的には合計4泊5日ぐらいがおすすめかな。物価も高いんでね、僕昨日ねスーパーマーケットでね買ったんですけど、めちゃめちゃ高かったですよ。めちゃめちゃ言うほどでもないんかな、僕の個人的なあれなんで高いと思ってるだけで。北雨男、宿出発して5分で雨が降り始めた。しかも結構な大粒。まあ今普通の道歩いてるんですけど、片道3車線、まあどうでもいいか。すごいビーチのイメージあるけど、こういうボロっちい建物とかもたくさんあります。道歩いてたらまあ普通にこんな感じだったんですけど、治安自体はそんな悪いとは感じかなかったかな。サブウェイの価格この4つで7ドル。どうだろう。コスタリカも物価高かったんやけど、その後パナマに入国して物価安くなって、それからプエルトリコに来てまた物価高くなって、もうちょっとね金銭感覚まひってます。普段だったら絶対ねお金ケチっていかないんですけど、ちょっとね美術館行ってみようかなみたいな。
プエルトリコ美術館、ここプエルトリコ美術館っていうシンプルな名前の美術館があって、もうほんま雰囲気ですね。雰囲気とノリで、ちょっと行ってみようかなみたいな感じですね。雨も多いし。美術館の中入ってるんですけど、こういうの見たら触りてーってなるよな。子供心まだまだ残ってるわ。ラッキーなことが起こった。なんでなんか入場料無料だったんやけど、おかしいな。普通に入場料かかると思ったけど、今日が特別なんか分からんけど無料でした。トイレットペーパーみたいなのがずらーっと並んでるわ。冷水器発見。水圧チェック、水圧チェック、水圧問題なし。懐かしい BGM をお聴きください。テレレレレレレン。ゼルダの伝説、面白かったよね。小さい頃やったよね。今のところこの部屋が一番面白いかもしれん。なんか散髪屋さんみたいな雰囲気なのに、なぜかビリヤード台があって、こっちにはちょっと宗教的な何か、ここまでしか進めないんですけど、意外にもビリヤードできなさそうでできる距離なんですよ。距離が近い。一応ドミニカにはあさって出発予定ですね。ハイチも行きたいなって考えてる。今めちゃめちゃ危険で有名やけど、写真とか動画だけでこの博物館の良さを伝えるのはほんまに難しいと思う。これとかろうそく、ろうでできてる。ワンパンマンに出てくる黒い戦士やんこれ。各部屋に係員みたいなのが1人以上はおって、英語またはスペイン語で結構積極的にいろいろ説明してくれますね。今まで中米でいろんな教会に行ってきたんで、こんな感じの絵は嫌というほど見てきたな。ちなみに5階建ての博物館なんですけど、5階は多分オフィスで、結構ね4階3階2階1階となかなか広いね建物ですよ。スリーポイントシュート大好きなみっちゃん。たくさん絵が描かれてるんですけど、これ絶妙に似てない禰豆子と、絶妙に似てないセーラームーンと、絶妙に似てないキルア。ここでね自由にお絵描きできるんですけど、カービィを描いてちょっとね受け狙おうかなと思ったんですけど、全然おもんないんでやめました。外に出てみたらこんな感じでね、綺麗な池の風景が広がっていました。はい、終わり。映画館みたいなフロアもある。ちなみに木曜日の4時に入館して無料で入ることができました。で天気は雨です。まとめなんですけど、所要時間1時間ですね。さあ次行きたいと思います。街並みの一つ、これは多分教会かな。なんか地元のおばちゃんと話してたら、まさかのバスとか電車が今はなんかフリーみたいな、無料っていうのを聞きました。なんか変に喋りかけてよかった。今から雨の中走ってデパート行くんよって言ったら、いやいややめとけやめとけ、風邪ひく言われて、でバス何円ですかって聞いたら、なんか無料って教えてくれました。よかった。このおばちゃんです。いらっしゃい。イエーイ。グラシアスグラシアス。プエルトリコ人めちゃめちゃ親切。最初から最後までなんかもういろいろ教えてくれましたね。バス乗ってる間、帰りのなんか空港までの行き方とか聞いたら、なんかバスのナンバーあれやこれやみたいな、あれは違うこれやみたいな、おっちゃんもなんか入ってきていろいろ教えてくれて最高。しかも最後にはなんかもうお前傘買えって言われて、毎日雨や、プエルトリコは毎日雨やみたいな、今日なんかプラザで傘買えよって言われましたね。で帰りのなんかバス停は向こうで、バスはこのナンバーでみたいな、そんなんも教えてくれたし、ほんま最高っすね、ここプエルトリコ。噛んだ。プラサラスアメリカスへ入店。ショッピングセンター内は Wi-Fi もね使うことができる。最高。クーラーもガンガンに効いてるし、早速ソフトクリーム購入しちゃいました。うま。あんずの味がする。あんずのソフトクリームとか初めてやな。なんかミスったかな。普通に海苔でソフトクリーム食べたけど、あれ一つね 5.34 ドルなんですよ。日本円で換算すると800円超えるんですよね。やばない？物価。よう俺もなんか食べたわ、アイスクリーム。美味しかったけど、せっかく来たし金の出し惜しみはせんけどな。やっぱり日本のアニメはね、プエルトリコでもね普通に人気みたいですね。こう見ていると、さっき食べたソフトクリームの店、同じお店が階違う場所にもう一つあった。映画館の雰囲気がね
日本と比べたらねめちゃくちゃおしゃれ。この辺のカジュアルな服のね値段帯はだいたいこんな感じですね。ちょっと良心的なんかな。スーツはこんな感じ、黒の一般的なスーツで 127.99 ドル、128ドル。やっぱプエルトリコって言ったら野球が有名なんかな。ブラックマジシャンガール俺の青春からのシャーマンキング俺の青春。やばい、まさかのマジック・ザ・ギャザリング。懐かしすぎやろこれ。どうすか、インサはやすか。おいおいおい、おっさんら興奮するやんけ。これ素材といい、ポケットもあるし、なんかすごい柄も可愛いしめっちゃいいな。ただ60ドル。はいっすね。もうこの辺とかね触ってみたら分かるんですけど、もう素材が完璧すぎる。値段的には65ドル。まあそんなめちゃめちゃ高いってことはないな。まあそんなもんなんかな。これは何だろう。まあ一言で言ったら板やな。カービィもあるよ。晩ご飯はお肉かな。なんでやねん。これ上の階のフードコートなんやけど、色がなんか黄色って感じやな。めっちゃ黄色するわ。とりあえずね値段やっぱ高いですね。普通になんかちょこっとしたものを軽く食べるだけでも安くて1000円ぐらい。高いやつはもうなんか普通に2000円も超えてくるしな。だいたい1500、600円ぐらいだな。日本食もある。いわゆる寿司やな。これは寿司もどきやな。大きさで言ったらイオンモール堺鉄砲町店の約3倍ぐらいかな。そんなもんか。一応ね日本にもあるザラを発見しました。まあ僕の肌はねザラザラですけどね。プラサラスアメリカス、居心地よくて綺麗で物価の高いプエルトリコのショッピングモールでした。ナンバープレートがドラゴンボール。電車代がタダということなのでね、帰りは迷わず電車を使いたいと思います。見てください、ほんまにタダ。もうあんな感じでね開放しちゃってますね。久しぶりに自動販売機見たけどやっぱ高いよな。水 1.25 ドル。夜道を一人で歩くのは絶対に真似しないでください。でもプエルトリコそんなに危ない雰囲気はしないですね。ホームレスとかも少ないし、場所とか自分の服装とかによっては襲われる可能性あるかもしれんけど、比較的治安はいいかなって感じました。ご飯は久しぶりに肉焼くよ。もうこの 3.7 ドルっていうのが安く感じてくるわ。この肉がっつり肉をね食べちゃいます。なんとなくいい感じのね晩ご飯がね仕上がってきました。がっつり肉食うぞ。宿の中では旅人同士でビール飲みながら会話することが多いかな。見てこの雨、もうどうしろっていう。最終日前日やし観光行きたいんやけど。お昼ご飯は昨日の残りの肉を食べるよ。ご飯もしっかり炊飯して準備完了。お肉を乗せるだけ。午後2時半。行きたいとこあるんよ。観光紹介したいところあるんよ。けど雨が強すぎてもう何もできません。ってことでまあ1時間ぐらいちょっと休憩ねしたいと思います。おやすみ。次回ともそえチャンネル。プエルトリコの首都サンファン観光動画後半。相変わらず天気は悪いけど気にせず観光。大人気観光地オールドサンファンについて重点的に動画で説明。美味しいお酒も飲んで美味しい料理も食べたけどやっぱ物価高いね。まあでもプエルトリコ最後まで大満喫でした。